ないからな。おっとつらい。おはようございます。匠漬けの第2回。今回は夏の野池に来ております。夏なので朝が早くて非常に眠いんですけれども、かなりワクワクしてます。野池ということで、強力な助っ人がいます。その方はこちら。こんにちは。どうもおにちゃんこと山本典弘です。今日は、あんまり叫びすぎないでね。そう、静かにね。そうそう朝やしどんな状況？今年夏でも水温上がってるんですけども、結構ね水がねいい感じだったりもするので、ほう。また朝まずめ夕まずめだけでもなく昼間でも結構そういうトップウォーターとか楽しい釣りでもまだ釣れるんじゃないかなと思うんで、あとは状況に合わせていって考えようかなと思ってますんで。ちょっと噛んだね。オッケー、分かった。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。頑張りましょう。よし、じゃあ朝はひしもがね結構生えてるんで、フロッグから捕食音、他にないちょっとペンシルベイト系、ドッグウォーク系のフロッグなんでスピードで食わすこともできるんで、ちょっと今回これでねやってみます。なんかベイト入ってるな。今ベイトがピピピって逃げた。こういうひしもの上をね、ポッパータイプとかだと結構引っかかっちゃうんですよ。だからこういうペンシルベイトタイプだとこうやって上をスイスイスイって泳いでいくんで、こうひしもを動かしすぎず誘える。普通にねフロッグみたいに使うこともできるし、こうやってオープンウォーターをねドッグウォークさせて誘うこともできる。ちょっと外側を羽でやってみようか。ウォッシャークローラーふかふか。そのブレードがついてる、お腹についてるんですけど、そのブレードがボディに当たってカン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 っていってるんですよ。相当強いですよこれは。このブレードも黒塗り、フィンも黒塗りのふかふかでいってみたいと思います。基本トレブルフックなんで、ひしもの外側を引いていく感じ。名前はねふかふかとかいう名前だけど、破壊力ある威嚇系羽。いい動き、やばいねこれ。こっち行ってみましょうか。カエルやん、カエルだらけや。感じだけどな。よし来た。よし、でかい。バレた。くっそー、バレた。でかかった。45アップだった。でかかった。全く見えないですよねこれではね。下にポトッとちょぼちょぼってやったらボフって出た。惜しい。乗ったけどね。やっぱいるな。頑張れば頑張るほど結果が出そうなフィールドだね。結構こうやって虫みたいに誘ってるから出方はね地味なんですよ。ポフンって。見た？今の出方。落ちたのかすらわからない。ほら、わからん。ちょっと待って。どうする？
バレたダメだな、無理くりすぎる。無理って言ってまた投げちゃうからね。大丈夫、水がなくたって来るから、バスは上がってくんだって、ガーって。大丈夫大丈夫。で結構速いスピードでルアーをやるより、提灯で1点で誘って岸際の方が食ってた。じゃあ外に出てる感じもそんなしなかったですね。まあまあなんか一箇所に集中してんのかなって感じ。流れの水通しのいいとこかな。強引にやりすぎた。キャッチのこと考えずに釣りしちゃったから釣れなかった。もっとちゃんと考えて投げれば釣れたの。乗ってたからね。なんかそのマットを突き破って出るというより、こういうちょっとした隙間で出てる感じなんですよね。こういうとこは出ないんだろうな。あえてのありそうなの、あの草の上に引っ掛けて、これありそうだよね。ほらやべ、またこれか。ほらね、やばいよこれ、どうしよう。バレないでくれ。なんで俺はこんなんばっかなんだよ。どうしようこれ。あの草のパワーで切れないかな。もうちょいこっち行くか。取れない。行くしかない。行けんのこれ。ちょっと待って。道はないことはないからな。こっから行って、あ、いたいたいた、バスいた。糸を出して引っ張って、あっ、うわーっしゃ、うわ危ね危ね危ね、うわーっしゃー、出たー、またでかい。やったぜ、超ギリギリ外れたもん。最後の最後に持ってんね。これでかいね。つらいつらい。なんでいつもこんなんなんだ。もっと簡単に出てきてくれよ。こんなんが水の中にいたら小魚怖えよな。やっぱり来たね、提灯フロッグ。でかいこれ。こんな大変だったけど。今釣れたのはちょうどコンクリと粘土質の境目で提灯のフロッグで釣ったんですよね。でさっきから置き投げたりいろいろ岸の上をドッグウォークとかで誘ったんですけど、気になったのはその1匹目からの2連続ばらしで、どっちも岸の際に落として水面でこうやって1点で虫みたいに誘った時にバイトがあったんですよ。で食い方が結構肝というか食い方が教えてくれてるんですけど、ボバーンって出ないじゃないですか。あれなんでかっていうと、そのリアクションで食ってないんですよ。おそらく魚も際のあんまり動かない虫とかカエルとかを食ってて、ルアー自体どこも行かないなって分かってるから見てパフッと食ってる。だからこういう一点シェイクができるフロッグがおすすめ。ポッパータイプだと結構このズボってこう水の中入れた時にポッパーが水を押して結構強い波動を出すんですけど、わざとペンシルベイトタイプでやることによってすごい水押しが少ない。ほとんどね虫みたいな波紋出てるじゃないですか、丸い。だから全然水は押してないんですけど、あんまり強いものを食ってないバスでも食っちゃう。とにかく自分が引っ掛けたいカバーに引っ掛けるで作業も難しいと思うんですよ。でその引っ掛けるコツ、恐れないことなんです。だからもう別に岸乗っかっちゃってもいいんですよ。こうやって思いっきりぶん投げて岸まで行っちゃったってなっても、フロッグだったらゆっくりやれば戻ってくるんですよ、こうやって。だからもし引っ掛けるの自信なかったらもう思いっきり岸まで投げちゃって、そっからゆっくり引っ張ってこうやって木まで到達して落とせばいいだけ。
あんなピンに別に引っ掛けることを力入れなくても大丈夫。それだったらもう無理やり思いっきり先まで投げて、そこからゆっくり引っ張っていけば、それで思ったところに行くんで、それがコツっすね。海岸届くかな。全然届かない。よっしゃ、出た。なんてこったい。岬の先端で出た。うわー、捕食音まあでもフロッグの着水音で出てんだろうな今見えました？僕見てなかったルアーが重くなって出た捕食音。オープンウォーターフロッグ。でもフロッグの着水音が多分効いてんのかもしれないね。足長鉢だ。バカだね。ちょっとうおーってなって足長鉢が今確かにね。日も上がってきたからね、ゴリグでも出しとくか。これね、結構カバー濃いけど、この流儀のヘビーガードタリズマンの10に 6.5 シリルピン、下でも強引に入れても帰ってくるんで、これ半分ソルトインで半分ノンソルトなんですよ。こっからここはソルトインで、ここからここのテールにかけたノンソルトなので、こうシェイクをするとこっちの動きとこのテールの泳ぐ動きが全然違うんですよね。だからどうなるかっていうと、ミドストした時にかなり生めかしく泳ぐ。なんかこう頭の部分とテールの部分が別の動きをする。この動きを出すためのこのソルトインとノンソルトを半分に割ったっていうような感じ。実はね、これ僕のね初めての作品なんですけど、全く日の目を浴びることなく、一度は廃盤になりかけちゃったんですけど、いやこれめっちゃ釣れるからっていうことで頑張って作ってるっていう感じ。いい感じ。スキッピングで入れちゃいます。こうやってスキップで入れて、くた、おし、おー、かわいい。でもヘビーカバーから、おい、面白いじゃん。カバーから出てきたね。6.5 シリルピンフィッシュ。結構深いとこかかってるから、これだったらバレない。個人的にカバーにねゴリゴリ入れることも結構あるし、流れのあるところでドリフトすることも多いんで、ワイヤーガードが好き。普通のネコリだと入れるの躊躇するけどね、ああいうとこ。こういうね、こうやってね入れられちゃうから、スキップで。おお、来た。おっしゃ、出てきた。出てこい。おお、やばい。このカバーの中からネコリが出たすって超面白い。ね、すごいでしょ、ヘビーカバーでも。スキッピンネコフィッシュ。おー、危ない危ない危ないねえ、目がかんないからできるっていう感じ。これ見て、イエイ。でカバーの中で1点でシェイクするんじゃなくて泳がしてるんです。こうやってね、ヘビーガードのタリズマンなんで、かなりカバーの奥でも根がかることなく引っ張れる。で肝はあと軽く根がかって外した時のハングオフでピュンって飛ぶんですよ。それもかなりいい。どっちもですよね。かわすのもいいし、軽く引っかかったのを外すのもいい。そうすると糸くずが今の様で、捨てる時はこれカチャッと開けるとポイってゴミ箱に捨てれるんで、めちゃくちゃ便利です。意図的に捨てなくても飛んでっちゃう時あるんで、第一成功があると結構便利。メーカー名しか言わないっていう。パカッて開けてこんなんなってる。取ります。ゴミ箱っぽい。簡単でしょ。今度行きましょうか。ワッキーセッティング。これをちょっとミドストする。そうするとこうやって波動がボン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 って出て、
食っていくっていう感じ。 1.3g のネイルシンカーに、フリップコギル 3.6 インチで、針をヘビーガードタリズマンの30、一番でかいやつ。水面の爆裂波動、温泉みたいになってんの。これね、超わかりやすい。ほら、温泉みたいでしょ。これが水中で起きてんすよ。温泉波動。これを水中でこうやってやると何も動いてないように見えて、それぐらい水は動かしてるよっていうこと。だからすごい水押し。よし食った。よし食った。よいしょ。おっったー。でかい。ほら。ギル。フリップコギル。ネコリグ。食ったね。45オーバーだ。ネコリグでボン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 ってコギルを泳がしてあげたら一発。ねえ。結構カバーの中から売ってるから。ワイヤーガードのやつで根がかんないようにしつつ泳がして釣ってく。でかいねこれ。フリップコギル猫必殺技。ふかふかでふかるか。ちょっとトップが出なそうっすね。なんか魚がいないっすね。ボトムに張り付いたかな。ギル使ってみますわ。夏場なんか30度超えるとバスっていい時間帯にしか捕食しないんで、もうこの時間結構寝てるんですよ。寝てるって言っても寝てはない。そのボトムに張り付いてユウマヅメ捕食行動をするその準備というか休んでる。ボトムに張り付いちゃってるんですよね。だからそういうバスはそのボトムバウバウっていうテクニックを使って釣っていくんですよ。でフリップコギルでやっていくんですけど、わかるかな、こうボトムをガリガリしていくの、こうやって。そうするとそのバスの真横をボトムをこうやって砂煙立てながらイカみたいなギル型ワームが泳いでいくとバクって食っちゃうっていう、そんな感じ。ゴーン来るからね。多分これ寝てて、僕見たんですけどバスをね、前三島湖でこれ釣った時、バス寝てんすよ。シューって。でそのバスの横をバウ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 ってやるとほって起きて、ちょっと追いかけてきて、バフみたいな、ちょっと追いかけていくんですよ。バフって食った瞬間にゴーンって入る。ギルネコのボトムバウバウ。来た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 。やっぱり来た。これでかそうだぞ。めっちゃでかそう。やっぱりボトムバウバウ来たね。でっか。やっぱりボトムに張り付いてるバスにバウバウが効くな。やっば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 、めっちゃ引く。うわ、よしよし、うわっと片足入ったんですけどやった。見てこのバスのコンディション、やばいでしょ。ほらボトムバウバウ、やば。スライディングで右足沈んだんですけど、このバスやばいよね。ボトムバウバウ来たよ。多分ボトムで寝てんすね。叩き起こした感じ。なんだこのバス来たぜ、ボトムバウバウやばね。こうやって地面をガリ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 っつって、で砂煙ボーボー立てて泳がしていくと寝てるバスを叩き起こす。なんだっけ、ボトムバウバウアクションか。コギルバウバウなんだよくわからんけど、
とにかくボトムをガリガリするという、そんなテクニックです。はい、今回の匠漬け2回目ということで、真夏の、野池を回ってきました。朝夕ですね。朝と夕は、トップオタ系がメインになりました。フロッグですね。捕食音を使って、カバーだったりカバーの提灯からこう浮いてる水草だったりっていうところを攻略していく釣りで使っていきました。ラインもP ラインですよね。かなり強いラインでやっていくというような感じのスタイルをやりました。オープンウォーターとバスを威嚇で食わしたりかなり強い波動で食わせる時に使ったのがこちら、ウォッシャークローラーのふかふかというルアーです。水草のエッジを通したりとか、あとはもうちょっとトゥイッチ気味に動かしてあげて威嚇でかなり強い波動で威嚇で食わしていくっていうので、ルアーのパワーを生かした釣りでやりました。タックルも強めでセッティングしてて、これビッグベイト関係が使いやすい 690PH っていうロッドにバンタムの MGL の HG で、ラインは R18 のフローリミテッドの20ポンド、かなり太い糸をセットして使いました。これが朝夕の攻略方法でメインでやってたんですけど、日中カバーでのネコリグ、これをやりました。6.5 インチシュリルピン 1.3g のネコリグで、こちらがですね、カバーの中にスキッピングでバババンと滑り込ましたり、もうシェードの最奥まで入れ込んで誘ってくる、中層もしくは枝に引っ掛けて1点のシェイクっていうような感じです。いいアクション出したいので、ラインは R18 のフローリミテッドハードバスの10ポンド、ちょっと細めですね。操作感が失われてしまうので、僕はこの 6.5 インチシュリルピンを使うときは10ポンドぐらいがいいかなと思ってます。で、ロッドがロードランナーのストラクチャーの 65M っていうネコリグ用のロッドに、リールはベイトフィネスのリールですね。これ基本的なネコリグなんですけど、もう一個ちょっと特殊な使い方のネコリグ、これフリップコギルのネコリグ、ギル系なんだけどネコで使うっていう新しいスタイルでやりました。で、このタックルは基本結構強めなタックルでやります。ネコリグなんですけど、ロードランナーのストラクチャーの 6100MH ミディアムヘビーパワーのロッドでやりつつ、でラインも細くないです。14ポンド以下はほぼ使わないです。14、16この辺をメインにして、とにかく思いっきり合わせた時にラインブレイクしないようなセッティングでやるのがおすすめです。今回こういうセッティングで真夏の野池を攻略していきました。夕方だからね、とうとう羽に出るタイミングかなーって。ウォッシャークローラーふかふか、出た。バレたー、くっそー、出たけどちょっと重さ乗ったけどすっぽ抜けたー。せっかく出たのに。おっしゃ、出た出た、バレた。くっそでかかったのに、今のはくっそー、今のは悔しかった。ブーンって言ったね、ブーンって。ショックス、羽シェイク。でもふかふからしい怒りのバイトだったな。ドバーンって。ダメか。多分ね、ここでバラしたやつでかかったんですよ。明らかに重かったし。だからもう一回ふかふかチャレンジ。ちょっとこれやぶこぎましょう。
細かいシェイクを織り交ぜながら、ちょっと強めにボディにカチャンカチャンカチャンって当てつつこうやって巻いていく感じ。そうするとやっぱり怒りでね食ってきたりもするし、よっしゃ出た、よっしゃ出た、でかい、おっしゃー、きたーきたー、ほらー出た、でけー、ほらーでけー、これ50ありそうだね。うわ、ありがとう。しゃー、ふかふかー、きたー、ラストふかふか、やったー。